中学校3年生の時学校5回しか行ってないんですよ。1年間は360日働いてました。向き不向きよりも大事なのはやっぱり前向きかなと思うので頑張ってほしいなと。まず最初のご質問なのですが、どういった中学校生活を送られていましたでしょうか？僕はですね、中1の1学期までは真面目に学校行ってたんですけど、2学期から全く行かなくなりまして、最初は単純に、いわゆる思春期みたいなです、ちょっとやんちゃなお友達ができてしまって遊んじゃったんですよね。1年ぐらいですかね。もう本当に昼夜逆転の感じで学校全く行かず遊びほうけてまして、が中2の2学期ぐらいまで。当然中学生なんでお金もあんまりなかったりとかして、いろいろあって、働こうと決めまして、学歴不問、年齢不問のところにこう面接いくつか行ってで、たまたま受かったのが引っ越し会社で、1月から働き始める。で、そこからはもう約1年ちょっとですけど、もう週5、6日働いて、学校は全く行かず、これネタですけど、中学校3年生の時は学校5回しか行ってないんですよ。修学旅行、修学旅行、修学旅行、卒業式ととある始業式。高校受験なんかもどうするかって言われたんですけど、どうせ勉強しないし、今更言ってもバカっ子しか行けないんで、だったら別にこのまま働いてるの楽しいし働こうかなと思って、受験すらせず。ご両親とかって、なんか反対だったりとか？当然学校行かない時には多少ありましたけど、そういうならそうすればみたいな。で、働く時もどうせ学校行ってないんだったら働く方がいいって言われて。14歳から働いてたとおっしゃっていましたけど、14歳だからこそ大変だったこと、得したことだとかありますか？大変だったことは全く感じてなくて、むしろいいことばっかりで、若いんでやっぱり可愛がってもらえますよね。で、あとは最近自分で会社やっても思うんですけど、なんか仕事っていうものに関して色眼鏡がないんですよね。だから純粋に楽しかったら楽しいとかって感じられるんで、いいことを素直に受け入れられる。だから本当にこう真面目にやって可愛がられて、でお客様に喜ばれて、なんでもっと早く働かなかったんだろうと思いました。先ほども言った通り、受験もせずだったので、そのまんま卒業してからも同じところで働いて、ずっと引っ越し会社で、時折転職したりとかしましたけど、で印象的なのは、17の時に、当時、兄貴分みたいなお世話になってる人が、自分で引っ越し会社やりたいんだと言って、本当に車1台だけ買って、始めたんですよね。お前手伝えと言われて、その時にかっこよく言えば、ベンチャーの創業期を手伝う。その時は僕は車の運転まだできないんですけど、免許がないの。バイクを持ってたんで、バイクで営業に行ったりとか、引っ越し終わった後に夜中に引っ越しのチラシ待って行ったりとか、本当にもう普通に行ったらね、とんでもない時間働いてましたけど、でも楽しかったですし、いろいろ経験させてもらったんで、面白かったです。ただすぐいろいろあって下手を潰れちゃって、でその後は、もともとその中学3年生の時から働いてた会社に戻ったらいろいろあって、いきなりリサイクルショップ開けたから店長やってこいとか、17歳でそれやらしてもらったりとか、で18歳になってからは、免許取れたんで営業行ってこいとか、でちょっと車で飛ばしすぎちゃって免停になりまして、そしたらちょっと管理者みたいな中の仕事やれと言われて、自動的な管理者みたいな仕事をやるようになって、でひたすら働いてっていうのが18歳。僕多分人生の中で一番働いたのは18歳の時だと思います。で途中からそれで中間管理職みたいなのでいろいろやってたんですけど、こうした方がいい、ああした方がいいって言いまくってたら、お前自分でやれとオーナーじゃないですけど雇われ社長みたいな感じで自分で独立させてやれと、その子まで言うなら自分でやっていいよと言われて、18歳の途中から、車2台ぐらいだけ持ってそこからスタートと、車2台と社員僕入れて4人で改めてスタートしてっていうのを、18歳やってましたね。だからもう今笑い話ですけど、今やったらブラックですけど、1年間は360日働いてました。じゃあ5日何休んだんだって話だと、元旦、免停講習、初心者講習、家庭裁判所、それが働いてました。僕とかの18歳の頃は、学校終わりに友達とカラオケに行って、で、部活がある日は部活で、家に帰ってまた次の学校に行くっていう毎日だったので、全然考えられない世界というか、聞いたこともない話なので、すごいなって、ちょっと圧倒されちゃいましたね。21歳で株式会社アップルを設立されたとのことなんですけど、設立に至るまでの経緯をお伺いしてもよろしいでしょうか？はい。
18歳の時に働いてた会社で、独立採算でやって、で、結論20歳の時に辞めたんですけど、最初はやっぱ結構独立採算で自由にやらせていただいて、正直その当時でも月収100万ぐらい稼げて、僕実は19歳結婚してて、20歳で子供1人目生まれてるんですけど、その後も働いてたんですけど、とある時にその他の事業も含めて多少売り上げが上がっていってたので、ちょっと会社っぽくしようみたいな話になり、で、いろいろ利害関係も入ってきて、ちょっとオーナーと、揉めるというか、方向性議論したことがあって、その時に、確かにお金も稼がせてもらってますし、気持ちよくやらせていただいてるんですけど、なんか従業員の給料を下げろみたいな話があって、なんでですかって聞いたら、人はいつか辞めるから、辞めるまでこき使った方が得だってポロッと本音みたいなこと言ったんですよね。で、ちょっとそれは、もし仮にですけど、辞めるにしても、なんかそういう思いでやっぱり働きたくないなと、人と接したくないなと思ったんで、もうこれ辞めようと思って20歳の時に辞めました。と言いながら、月収100万ぐらいもらってたんで、結婚もしてるし子供も生まれて、なかなか辞めた後大変で、貯金は少しありましたけど、稼ぐってやっぱ大変じゃないですか。辞めた時はもう引っ越ししばらくいいかなと。他の仕事もいろいろしようと思っていろいろやってみたんですけど、なかなかお金稼ぐのって難しいなと。学歴も資格もなかったので、若い時にやっぱお金稼ぐとなると、ちょっとグレーな仕事とか、フルコミッションの営業とか、そういうのしかやっぱりないなと。で、自分はやっぱり人に言えない仕事はしたくないし、営業があんまり好きじゃなくて、自分がいいと思うものは売りたいけど、自分がいいと思わないものを自分の給料のために売るっていうのはすごい嫌いで、なんで営業もあんまりちょっといいやと。でもそのポリシーだけあって、ただでもお金稼がなきゃ家族食えないし、って言いながら半年、1年ぐらいですかね、悶々としながら、なんとか貯金切り崩してやってたんですけど、本当にお金を稼ぐとか、今度将来性を考えた時に、本当に厳しいなと思って、なので、もう一回じゃないですけど、自分でその独立採算で立ち上げた経験があったので、自分の時間さえ惜しまなければ、家族が生活するぐらいとりあえず稼げるなと。で、変な仕事するんだったら自分でやるかという形になりまして、もう自分起業するしかないよねと。選択肢が僕からするとなかった。自分たちのその家族の生活をするためには、やっぱり起業するしか、なかなかお金を稼ぐ方法がなかったので、そうしたっていう経緯です。最後になりますが、この動画を見ている皆さんに向けてのメッセージをいただいてもよろしいですか？会社でもよく言っていますが、僕結構今いわゆるブルーカラーの学歴ない出身なんですけど、若ければというか、夢とか希望を持ってれば、いくらでもどうにでもなるって思ってるんですよね。自分もそうなったんで。だけど自分を結構卑下しちゃう人も多くて、自分なんかとか、でもとか、だってどうせとか、そういう人が僕はちょっと多いかなと思ってるんで、もっとポジティブに自分はこれがしたいとか、こうなりたいとか、そういうことをどんどん発信しながら前向きに言ってもらえると、結構いろんな可能性が出てくるんじゃないかなと思っていて、だから卑下するとか、諦めるとか、自分なんてっていうぐらいだったら、騙されたと思って、ちょっと前向きに、あれしたい、これしたい、こうなりたい、ああなりたいってどんどん発信して思ってってもらう方が、もっと大人楽しく生きられるんじゃないかなと思うんで、ぜひ向き不向きよりも大事なのはやっぱり前向きかなと思うんで、頑張ってほしいなと思ってます。ありがとうございます。というわけで今回は門司社長の中学校時代から会社設立に至るまでをインタビューさせていただきました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。